東大首席と聞くと何もかもうまくいっている人と思ったりしませんか？でも私はその肩書きを手に入れた時、真逆の人生を生きていました。栄光から没落へ、そしてその先に何があったのか。今日はその物語をお話しします。私は東京大学を卒業するときに早鳥大賞という学部生と大学院生が合わせて確か2万7千人ぐらいいるんですけど、その中で一番優れた研究業績を残した学生1名に贈られる賞をいただきました。で、卒業式では卒業生代表の総代も務めさせていただきました。で、これ両方ダブルでっていうのは史上最年少記録で学部生としても初めてのことでした。自分で言うのもあれですけど、傍から見たらザ成功者っていう感じだったと思います。ただ私はその時ご飯が食べられなくなっていました。次第に朝起きられなくなっていました。なんとか布団から起き上がって家を出て、夕日をバックに小学生たちがランドセルを背負って下校するのを横目で見ながら大学に向かって研究室で自分の研究道具のパソコンを出すんですけど、開けられないんですよ。開けようとすると心臓がギュッて痛くなってきて、どうにもこうにも開けられない。仕方がないのでそのまま家に帰る。で、次第に家からも出られなくなるんですよね。朝起きて白い天井を眺めて寝てという日々が果てしなく続いていきました。夢を叶えてきたはずなのに、どうしてこんなことになってしまったのか。もともと東大は私にとって夢のまた夢の場所でした。どれぐらい夢だったかというと、実は1回目の東大受験は落ちてます。で、東大って本当に残酷なところがあって、落ちた人のもとにだけ合格発表の日に届く1枚のハガキがあるんですよ。で、そこにはピラミッドで ABCDE って書いてあって、その人が落ちた人の中でどれぐらいのランクだったかっていうのが5段階評定つけられて帰ってくるんですよね。で、私はこのピラミッドの中でどこだったかというと、一番下の E 判定でした。本当に箸にも棒にもかからないっていう状態だったんですけれども、そこから一年発起をして頑張って、なんとか翌年は合格することができました。こんな状態だったので、もう受かった時には本当に嬉しかったです。で、この逆転合格のあたりの話はまた別の機会にできたらなっていうふうに思ってるんですけど、大学に入ってからは人の心が探求したかったので、心理学を専攻して研究に打ち込みました。どれぐらい打ち込んだかというと、文字通り寝食を忘れて打ち込んだので、睡眠不足と栄養不足で実験中に手が震え出してしまうこともありました。あとは顔の右半分に帯状疱疹ができて、右半分が誰だかわからないぐらい腫れ上がってしまったこともありました。それでも突き進み続けた結果、ありがたいことに国内外で賞をいただいて、冒頭でもお話しした早鳥大賞や卒業生代表の総代にたどり着きました。でも初めての学会で賞を取った帰り道、私は高熱にうなされました。その時は島根で学会があったので、飛行機で何とか家まで帰ったんですけど、そういう時に限って家の近くの神社でお祭りをしていて、で、ピーヘラピーヘラお囃子が鳴ってるんですよね。で、ようやくお囃子が鳴り止んで、自分の熱も下がって、目が覚めた時には、何もかもがなくなっていました。研究に対する情熱も、やる気も、言ってしまえば生きていく活力も全てがなくなっていて、空っぽになってしまっていました。で、さらに状況を悪くさせるものがあったんですね。私は誰にも相談ができませんでした。これ経験ある人は分かってもらえるんじゃないかなって思うんですけど、今自分がダメなのは自分がダメだからなので、自分で何とかしなきゃいけないって思っちゃってたんですよ。もう本当ダメだね、この考え。そしてもっと言うと、相談ができなかったのは失望されたくなかったから。今自分が評価をしてもらっているのは結果を出しているから、一生懸命頑張っているから。だからこの部分がなくなったってバレてしまったら失望される。そう思って誰にも相談ができませんでした。この価値観、
結果を出すことが自分の存在価値の証明であるという人生観が私の人生を一度は表面的な栄光へと導いてくれたんだけれども、同時に没落へと陥れる根源にもなりました。でも一つだけすごく幸運なことがありました。それは私は自分からは相談できなかったんですけど、助けてくれる人たちがいたんですね。このあたりのお話はまた別の機会にできたらなって思ってるんですけど、そんな人生の先生やコーチとも呼べる人たちに支えられて、少しずつ救われて変わっていくことができました。そしてその道の先で自分の原体験に出会うことができました。この原体験のお話をするのはすごく緊張するんですけど、私は子供の頃、友達作りが苦手でした。小学2年生の時、クラスの女の子に話しかけました。今日放課後一緒に遊ばない？その子は淡々とした表情で答えました。今日は他の子と遊ぶから、さやちゃんとは一緒に遊べない。小学3年生の時、給食の開始を告げるチャイムが鳴るたびに私の体はこわばっていました。給食の時間になると先生が毎回テーマを決めるんですね。例えばテーマが動物だったら、同じ動物が好きな人同士で机を固めてご飯を食べるんですけど、そんなの形だけじゃないですか。結局は仲がいい人同士で机を集めて一緒に給食を食べるんですよね。そしてその時、一緒に食べようと声をかけてくれる子は誰もいませんでした。中学、高校と上がるにつれ、私も少しずつ器用になっていきました。一人になることへの不安に駆られることも減っていきました。でも、心の奥底にあるあの感覚だけは拭いきれなかった。その感覚というのは、自分と好き好んで仲良くなりたい人なんて誰もいない。誰も私に声をかけてくれない。いつも私から声をかけている。でも私は声をかけてもらえる存在になりたかった。結果を出せば、成功すれば、自分の価値を証明できたら、きっと向こうから声をかけてもらえるんじゃないかと、すがるような気持ちで信じ込むようになりました。私が表面的に掲げていた目標は、東大に入ることや賞を取ることでした。でも、この表面的な目標を通して自分が本当に手に入れたいものは何なのかに気づけていなかったんですね。気づけていたかもしれないけれども、直視ができなかった。私が心の奥底で望んでいたことは、孤独に怯えなくてよくなること。でも、東大に入っても賞を取っても、その孤独の恐怖はなくならなかった。睡眠不足と栄養不足で手が震えちゃっても、顔に帯状疱疹ができても、その恐怖はなくならなかった。だから無意識のうちに絶望して、そして気づいた時には壊れてしまっていました。余談なんですけど、この友達作りが苦手だった話を人前でするのは、億劫やなってちょっと話すの怖いなっていう、そういう気持ちになっています。なので実は今回この映像も最初はこのセクションなしで撮っていました。でもなしバージョンで動画を一回つなげて見てみたときに、なんか魂がこもってないなと、そういうふうに思ったので、勇気を出して後日別撮りをして後から入れています。最初からなんか別撮りだなって気づいた方いるかな。とにかくそれだけ自分の原体験に向き合うことは苦しかったです。でも自分の本当の望みに向き合うことができて、救われるような気持ちになりました。過去と今の自分が救われるような、そんな感覚ですね。苦しいけど救われる、不思議な体験でした。そしてここから奇跡的な出会いがあって一気に人生が変わったということはもちろんありません。
一つ一つ壊れた心のピースを取り出して磨いて、必要に応じて新しい部品に取り替えて組み立て直してという旅路を歩んで、ちょっとずつ自分を変えていきました。ちなみに今はとっても元気です。どれぐらい元気かというと、あんなに朝起きられなかったのに、朝5時に起きて合気道の朝稽古に参加をして、週5で合気道の稽古をしています。と研究の方にも復帰をして、この春東大の大学院で博士号を取得して、なんとか卒業することができました。周りの人よりも随分長い時間はかかったんですけれども、この春ようやく卒業することができて、一度魂が成仏したような感覚になっています。人生の第一章が終わったっていうような感覚ですね。なのでここで一度これまでの人生を振り返って、どんな奇跡の積み重ねがあったのかを自分のためにも言語化して形に残していこうと思います。特に人生を変える上でなくてはならなかったもの、自分の専門である心理学、先ほどから何度も出てきている合気道、こちらに見え隠れしている本、そして自分の人生を変えてくれた人たちとの物語をここに記していこうと思っています。そしてこの道を通じて人生の第2章を探求していきます。そんな思いを込めて、このチャンネルには今探求という言葉を入れています。この映像を見てくださっている方の中には、試験や受験や就職、転職、起業、人との出会いや別れ、人生の分岐点に立っている方がいると思います。また明確な分岐点でなかったとしても、このままだと何か嫌だ、何かを変えていきたい、そう思っている方がいると思います。ここではそんな方たちと共に人生を第2章、次のチャプターへと進める探求を一緒にしていきたいと思っています。なのでぜひコメントやチャンネル登録をしていただいて、一緒に頑張っていけたら幸いです。それではまた次の探求でお会いしましょう。